ESPB のことを若干交えますが、今回はレトロラミナーブロックのことをお話ししたいと思います。右上にバーコードがありますが、これを携帯で読み込むと PDF ファイルが得られますが、一番最後にまたバーコード出しますので、今はとりあえずこのままでも結構です。このような流れで進めていきます。それではまず、レトロラミナーブロックとはどのような位置づけのブロックになるでしょうか。皆さんご存知の紡績対ブロックというものがあります。紡績対空という広いスペースに薬液を投与することで多対間の肋間神経ブロックを得られる。単回投与で長時間の効果を得られますし、カテーテルの領地も可能という大変重宝するブロックです。ところがこのブロックにも問題点があります。深部ブロックなのでやっぱり面倒というところですね。しかし2005年になって革新的な方法が現れました。追求板のところに薬液を投与するだけで、紡績対ブロックと同様の効果が得られるという発表でした。そんなわけで、レトロラミナーブロックは楽ちんな紡績対ブロックとして出てきたわけですが、その後も ESP ブロック、MTP ブロックが続いてきました。これら紡績対ブロック代替品の共通点は非常に簡単というのはもちろんですが、深いところを刺さないということから神経損傷を回避でき、かつ血腫による重大合併症を回避できるというのが特徴です。このような簡単であるレトロラミナーブロック、エレクトロスピナイプレーンブロック、ミッドポイントトランスバースプロセスブロックはパラバーテブラルブロックバイプロキシーとしてまとめられています。レトロラミナーブロックをもう一度見てみますと、椎芯を極突起のわずか数センチ横から刺すだけで椎球板に当たってそこに薬液を投与することで終わってしまいます。これが紡績対ブロックになるなら大変お得ですよね。エレクトロスピナイプレーンブロックは2016年突然発表されたブロックです。慢性痛患者に対して横突起状に薬液を投与することで非常に広範囲の鎮痛を得たという報告が出されました。なぜ横突起状に薬液を投与しようと思ったのかは分かっていません。ところがその後、ESPB は爆発的な人気を集めるようになります。発表後たったの2年で100本近くの論文が出されるようになりました。レトロラミナーブロック関連の論文を現在パブメドで調べても40本以下であることを考えると非常に大注目だったと言えると思います。それでは解剖からエレクトロスピナイプレーンブロックと比較してみたいと思います。皮膚表面から始めていきましょう。僧帽筋が出てきまして、菱形筋、上行虚筋、極筋と半極筋、さらにその奥に多裂筋、最長筋、長肋筋が出てきます。椎球板に針を当てて薬液を投与すると、実際にはこのように様々な筋層の下で等速微速に薬液が広がるわけです。ここで ESPB と比較しますと、レトロラミナーブロックは右のように骨の真上で薬液が広がっているのに対し、ESPB では実は多裂筋よりも上の層で薬液が広がっていることがわかります。左の図はレトロラミナーブロックの特徴を示した豚モデルです。ある程度の量を入れないと紡績対空に広がらないことが分かっています。右はレトロラミナーブロックと ESPB の比較です。レトロラミナーブロックはより紡績対空に広がるという特徴があって、ESPB は筋層内で広く広がるという特徴があります。別の研究でもレトロラミナーブロックの方が紡績対ブロックになったという結果が出ています。では実際の効果はどうなっているでしょうか。ユツナラの最初の研究では25症例にカテーテルを入れて検討したところ、術後のオピオイドはゼロ、術中のオピオイド使用量も非常に頻度が低かったという結果が出ています。次に室内らの研究ですが、紡績対ブロックとレトロラミナーブロックの RCT でカテーテルを留置したところ、レトロラミナーブロック群では術中のレミフェンタニル濃度が優位に高くなったものの、どちらの群も同等にレスキュー薬使用がゼロ、術後の鎮痛満足度も同等という結果でした。その後の追検を見てみますと、
ソートメラのものでは ESPB とレトロラミナーブロック両方で単回投与を行いましたが、術後のレスキューフリー時間は同等でした。また、ワンらの研究では、シャムブロック群に比べてレトロラミナーブロック群では、術後1時間でのバスのみ優位差があって、その後は差がなかったという結果に終わりました。では、ESPB の効果はどうなったでしょうか。有効であったとの報告が急性期慢性期を問わずたくさん出されたのですが、実はそのほとんどがケースシリーズ、ケースレポートでした。フォレロラの現状によれば、投与された薬液は紡績椎空に到達するとされていました。しかしそれも2018年になると、他のキャダバー研究では紡績椎空への広がりは認められないというものが主になってきました。まあ実際のところこの時期 ESPB が効いたよという人たちと ESPB は全然効かなかったよという人たちがかなり割れていました。ではどうしてそんな違いが起きたんでしょうか。その理解には2017年に出されたこの論文がヒントを与えてくれると思います。紡績椎ブロックが効果を発現するためには肋骨と横突起の間にある肋凹凸靭帯を穿通する必要があったのですが、横突起より深く刺してしまえば、その靭帯の手前で止めてしまっても十分に紡績椎ブロックの効果を発現することが明らかにされたのです。つまり ESPB と MTP ブロックでは筋膜1枚の差ということになります。それを裏付けるかのように ESPB の原著の共著者、キジンチン先生も、ある時点から突然ワークショップなどで針は深めに刺すようにというようになっています。そうなると正直 ESPB は前つばなのかなという感じがしないでもありません。ESPB の効果をまとめますと、ESPB として非常に深く効いていたと思っていたブロックは実は MTP ブロックであったという可能性が高いと考えられます。では ESPB は必要ないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。皮下広範に効かせたいという場合には ESPB で問題ないと思います。では次にレトロラミナーブロックの安全性について解剖と基礎的側面から見てみましょう。体重平均60キロの成人に対してレボボビバカイン 75mg を投与し、その後 0.25% のものを時間 4cc で投与した場合の血中濃度を見てみましょう。赤が紡績椎ブロック、青がレトロラミナーブロックです。ごく一般的な使用の方法では紡績椎ブロック、レトロラミナーブロックいずれでも血中濃度は安全な域にあることがわかります。次は戦死が本当に安全なのかという話題です。ESPB の戦死部位を緑、レトロラミナーブロックの戦死部位を青で示しています。レトロラミナーブロックの方は骨で連続していますが、ESPB の方は飛び石状になっているので、ちょっとブラインドでは無理なようです。それでは主義と適応について見ていきましょう。これがランドマークの場合です。極突起から約 1.5 センチ離れたところでほぼ垂直に戦死することで容易に椎球板に到達します。稀に上下の椎球板の間にはまってしまうことがあるのですが、この場合は生理食塩水の注入によって圧抵抗が高い場合には戦死し直すということで鑑別が可能です。こちらは超音波ガイドでのレトロラミナーブロックと ESPB の戦死の図です。2つを比較しますと ESPB は横突起に戦死するので浅い位置にありますが、レトロラミナーブロックはラミナになるのでちょっと深いところになることがわかります。少し超音波解剖を掘り下げていきたいと思います。胸椎をエコーで横断した場合、右のような画像が得られます。今度はこれを縦断していきましょう。浅いところでゴツゴツした極突起。少し深くで波打ったような椎球板。ゴツゴツとコブのようになった横突起。さらに外側に行くと胸膜が見えるような肋骨レベルが見えます。年齢によってかなり見え方が違うのがわかるでしょうか。ちなみにこのモデルは私の妻と子供たちです。ちょっと連続的に動画で見てみましょう。レトロラミナーブロックであっても ESPB であっても、まずこの像に見慣れることが大事です。
レトロラミナーブロックと ESPB の適用はあまり難しく考えない方がいいでしょう。まず第一に、深部ブロックが不適用の時が挙げられます。血行動態不安定の時や出血性合併症を抱えている時は、やはり深部ブロックは避けるべきです。そして、こちらが肝心ですが、深部ブロックをしたくない時というのは誰しもあるものです。肥満、側腕その他の理由で深い選手を避けたい。こういう時に浅いブロックをしてはいかがでしょうか。紡績椎ブロックと同様に一足性の効果ですので、手術適用としてはやはり胸部では開胸手術や抜痛、乳房手術、腹部では側外での開腹人的、射切開での胆の摘出などが挙げられると思います。また手術ではありませんが、鎮痛としては多発肋骨骨折や体幹部の帯状疱疹にも良いかもしれません。まとめに入ります。レトロラミナーブロックは弱い紡績椎ブロックであります。これは鎮痛効果安全性ともすでに示されていますが、紡績椎ブロックを施行しない時の代替ブロック法としてあくまで位置づけられるものになると思います。また、いくつかポイントを挙げていきます。単回投与は6から8時間とあまり長時間の効果は認めませんので、持続投与間欠的ボーラスが非常に有効です。また、紡績椎ブロックに比べて脱衣感の広がりは少ないということも重要です。侵襲部位に合わせた選手が必要になると思います。カテーテル留置による投与を行う場合にしばしば経験するのが液漏れです。液漏れは周囲の汚染や歯乳部の感染につながりますので、絶対に避けたいものです。これに役立ちますのが、シアノアクリレート系接着剤のアロンアルファやリキバンドです。カテーテルの留置後、歯乳部に塗布して、その上にテープを貼るだけで、非常に強固な固定が可能です。また、剥がすときに皮膚トラブルを起こすこともありません。お悩みの方は一度試してみることをお勧めします。COI はありません。内容としては以上です。硬膜外麻酔や紡績椎ブロックができない症例においても、こういうブロックにぜひ挑戦していただければと思います。